回は、現在あまり使われていない伝説カードに追加されそうな専用超越スキルを予想していきます。少し前のアップデから、伝説カードにも専用スキルが追加され始めたんだよな。今はあまり使われないカードも活躍する環境になったら面白そうだ。今回は考察メインの動画なので、ぜひ気軽に見ていってください。それから動画の指示上、カードを厳しく評価する内容になることをご了承ください。みんなの予想や、このカードも強化されそうって意見もコメント欄で教えてくれ。それでは本編に入ります。今回は、ほとんど使われていないカードとして、医療人カードに焦点を当てて話していきます。まずは集中治療士アンナだな。環境ではまず見ないカードなので、一旦現在のスキルを確認していきましょう。まずはスキル1について、アンナは攻撃するたびに攻撃力が増加します。まあこれはほぼおまけのスキルだな。次にメインのスキル2について、アンナは敵が毒状態だと、毒を解除してさらに2回攻撃します。おい、ってことはこいつ3回しか攻撃しないのか？いいえ、追加攻撃で別の敵に触れると、さらにスキルが発動します。つまり敵が6体いる場合は、最大で13回攻撃します。あれ、それ聞くとこいつ意外と強いんじゃないか？ところが残念なことに弱いんです。その最大の理由は火力不足にあります。アンナのスキルが生きるのは小粒のモンスターが多い古代の次元門ですが、アンナが実装された当時と比べモンスターが大幅に強化されたため、全くスキルが連鎖しません。ゲームのインフレについてこれなかったか。さらにアンナの衰退に拍車をかけたのが、レダクラットの登場です。レダクラットは強力な全体攻撃カードのスキルを複製することで、敵全体に大ダメージを与えられ、おまけに固定ダメージも加えます。この固定ダメージが優秀で、古代の次元門に登場する、通常の攻撃がほとんど効かないヒキガエルを倒すのに使えます。一方でアンナはどうかというと、ヒキガエルに触ったが最後、攻撃回数が切れるまで無敵のカエルを殴り続ける悲しいカードと化します。どう考えてもレダクラットの方が優秀だな。というわけで、アンナが使われない理由を一言で言うと、レダクラットの方がはるかに強いからです。完全に時代の流れに取り残されているな。これを踏まえて、アンナの専用スキルを予想してみました。それがこちらです。ふむふむ、攻撃力と追撃回数が上がって、火力不足を補う感じだな。だがレダクラットに匹敵するには、固定ダメージの効果がないとダメじゃないか？それも考えたのですが、固定ダメージを加えるのはさすがに強くなりすぎると思いました。特にワイルド打ちと組み合わせた場合、止める手段がほぼありません。確かに運営目線、下手に強化して環境が壊れるのが一番嫌だろうからな。攻撃回数については、マナを獲得しすぎる可能性もありますが、すでに順育で似たようなことがやられており、レダクラットよりも優位性のある箇所を作るためにも、このように調整されると思いました。なるほどな。ところで事前に毒を撒かないといけない仕様はそのままなんだな。それについては、医療人カードは、毒を撒く必要がある代わりに強い、というコンセプトでデザインされているように見えるので、残ると予想しました。確かに、今はパッシブで毒を撒くリサもいるしな。こういう方向性で調整されれば、古代の次元門でマナを獲得したい人の選択肢に入るかもしれません。それでは次のカードに行きましょう。次は、貿易専門家マックスです。これも使われたことがないカードだな。現在のスキルを確認していこうか。マックスはパッシブで全体攻撃を1回します。また、リーダースキルで毒の原因を全て除去して、除去した数の2倍分攻撃回数が増えます。ふむふむ。ってことは例えば、リサとメブーサで2種類の毒を撒いてたら、こいつは合計5回攻撃するんだな。その通りです。もっとも、実戦で負ける毒数は大体1種類だと思うので、基本は3回攻撃になると思います。なるほどな。まあでも、毒撒く必要があるとはいえ、リーダーで全体攻撃3回はなかなかいいんじゃないか？ところが残念、このカードも今の環境に火力が追いついていません。それがよくわかるカードとして、ナルタスと比較してみましょう。まず基本攻撃力が、ナルタスは506なのに対し、マックスはその半分の253しかありません。ナルタスは1回しか攻撃しませんが、攻撃力が 100% 増加する上、係数も 350% あります。トータルで見ると、ナルタスをリーダーにした方が圧倒的に強いです。ナルタスは専用スキル込みとはいえ、この差はあんまりだな。まとめると、マックスが使われない理由はこんな感じです。これを踏まえて、専用スキルを予想したものがこちらになります。攻撃力プラス200%で除去した毒数の3倍追加攻撃するのか。正直専用スキルとして攻撃力プラス200% はかなり攻めてるんですが、毒を撒く手間を考えると、これくらいしないとナルタスと比べて選ぶ理由がないんですよね。まあリーダーで使うカードにしては、元の攻撃力が低すぎるしな。複数回攻撃するので、縦昇降に強いという優位性はありますが、反爆発魔女で封印されるリスクもあるので、結局ナルタスの方が使いやすそうです。正直こいつは、比較対象があまりに強すぎて調整が難しそうだな。それでは最後のカードに行きましょう。最後はウイルス専門家 Z です。多分医療人カードの中でも一番使いどころがないカードなんじゃないか？そうかもしれません。一旦現在のスキルを見てみましょう。まず、Z はリーダースキルで敵の毒を全て解除し、その数に応じてプレイヤーの体力を回復します。回復か。このゲームは回復が弱いからな。ゲーム後半は一撃でやられるせいで、回復してる暇があったら敵を倒すか、バフを乗せた方が強い場面がほとんどなんだよな。次にハンドで発動するパッシブスキルでは、中毒状態の敵の数に応じてコンボ倍率が上がります。このパッシブスキルについて
ては明らかに清掃大王の介護官だな。清掃大王は何もしなくても 30% 上げるのに、こいつは敵6体プラス毒で同じ 30% ってどうなってるんだよ。実は覚醒も含めると清掃大王を超える場合があるのですが、その認識で正しいと思います。つまりまとめると、こいつはスキル1が事実上無意味、スキル2が清掃大王の介護官ってところだな。いやマジでどうやって使うんだこいつ。これを踏まえて専用スキルを予想してみました。それがこちらです。ふむふむ、両方のスキル係数が順当に上がる感じだな。まず回復についてですが、これはカードというよりゲームシステムの問題だと思うので、どう強化されても使えるようにならないと思います。回復を活かすコンテンツが実装されたら話は変わってくるだろうがな。今回は敵が6体でも合計 100% を超えないよう調整しましたが、100% を超えてくる可能性も全然あると思います。2つ目のパッシブスキルについては、敵1体につきコンボ倍率が 10% 上がるってことだな。こちらはボス戦を想定して、清掃大王よりもバフに特化した形になると予想しました。その理由としては、やはり毒を巻く必要がある手前、清掃大王より弱いと存在意義がなくなってしまうためです。今回の予想だと、ボスを倒すターンに敵が4体以上いれば清掃大王を超えるわけだな。そうです。一度に2体の敵を召喚するボスなんかだと、敵を残し続けるのに高度なプレイが要求されると思います。さらに最終ターン直前に毒を巻く必要があるので、ある程度の優位性は作られるんじゃないかと思いました。まだ清掃大王にも専用スキルが実装されてないし、意外とやりすぎなくらいがちょうどいいのかもしれないな。以上が専用超越スキルの予想になります。このチャンネルではトリプルファンタジーの動画を上げています。更新は不定期なので、動画を見逃さないようチャンネル登録をお願いします。この動画が面白かった人はグッドボタンもよろしくな。それではご視聴ありがとうございました。